父がボソッと俺が叶わなかった夢叶えたなって。上野の松坂屋の前で屋台をやってて、松坂屋のように栄えるようにっていう意味で松江で、常磐前って言って茨城の魚をこう発信して茨城の魅力を伝えられるようにちょっと頑張ってやってる。絶対わかんないですよね、これ食べてあんこうだって、これが本当のあんこですね。この 8% まで磨くのに約1トンの米を80キロするのに約120時間ぐらい。なぜこういうことをやったかというと、この日立石って非常に硬いお米でして、あんまり日の目を見なかったんです。硬くて使いづらいと。ならこの硬い特徴を生かそうということでガンガン磨いてやろうということでガンガン磨きました。1合 180cc 作るのに50個のトマト使って、これ茨城でサミットがあったんですけど、それでも出されて。大福酒造では瓶内二次発酵と普通のガス充填のタイプがあるんですが、こちらはまだ非売品の瓶内二次発酵の方です。茨城の大洗漁港、あんこって生きて上がるのも本当になくて、もちろん神経締めて血抜きはもちろんなんですけど、これその後にもうすぐおろしてお塩を当てるんですよ。でお塩を当てるとすごいもう身がビクビク動きながら水がバーって出てくるんですけど、それをやることによってこういうふうにクリアな感じのお刺身。絶対わかんないですよね、これ食べてあんこうだって、これが本当のあんこですね。今度皇室が入学するということでね、非常に盛り上がっている筑波大学、こちら筑波大学の学内に咲いている桐の花から酵母菌を取って、筑波大の芸術の先生がラベルを書いて、筑波大学の近所の農家のお米を使ってということで、ほぼほぼオール筑波産のお米とお酒ということです。全然生と当たり前ですけど違いますねコラーゲン感もすごいですね。習志野神器って言われるぐらい皮ですとかも入ってます。肝ですとか。日立国伊勢海老って言って茨城でブランディングしている伊勢海老なんですけど、伊勢海老とホタテを叩いて一緒であえてますね。で上に乗ってるのが伊勢海老の味噌をソースにして、であとはイクラを醤油漬けにしたのを乗ってます。タルタルってどういうことですか？タルタルってなんかタルタルソースのイメージですけど。そうなんですけど、こういうふうになんか型で塗ったりいろんなものをあえたりするのをタルタルっていう。新作でした。美味しい。臼井大将、簡単に経歴を教えていただけますか？日本の築地で修行して日本で何軒かお寿司回ったんですけど、その後にニューヨークの方に行って、海外がニューヨーク、カタール、インド、スイスでちょっと海外回って6年海外いたので、また日本に帰ってきた時に日本の四季をまた勉強し直そうと思って、また東京に1年戻って、その後茨城の方に帰ってきましたね。去年にもともと松江寿司ってやってたんですけど、寿司を前に持ってきて寿司松江って言ってお店も建て替えて、やってます。常磐前って言って茨城の魚をこう発信
して茨城の魅力を伝えられるようにちょっと頑張ってやってるんですね。はい、でこの握りは常磐前と江戸前の技術をちょっと融合させたちょっと直球というかそういうお寿司を心がけてますね。はい、ハマグリのクリームコロッケで聞いたことないワードですよね。おお、洋食ですねもう。魚を切ってちょっとわさびと醤油でっていうのはなかなかやりたくなくて、つまみは遊んでもいいんじゃないかなと思ってちょっとこういう感じのお料理も出すようにしてます。はい、上田にもともと松江寿司ってありまして、ほうそこに、ここの父が、修行に出てまして、15歳から、はい、修行に出まして、のれん分けなんですね、松江寿司って。もともと寿司屋って屋台だったので、上野の松坂屋の前で屋台をやってて、松坂屋のように栄えるようにっていう意味で松江。あ、そうなんですか。知らなかった。はい、松坂屋。茨城の笠間の卵屋さん、地鶏の卵を使ってます。おかみが焼いてます。おつまみで食べて美味しい卵なんで。うまっ。はい、この 8% まで磨くのに約1トンの米を80キロ積むのに約120時間ぐらいかかりまして、残った米粉は全ておせんべい屋さんに行きます。なぜこういうことをやったかというと、この日立って非常に硬いお米でして、あんまり日の目を見なかったんです。硬くて使いづらいと。ならこの硬い特徴を生かそうということでガンガン磨いてやろうということでガンガン磨きました。でここまで磨くとみんな当然味がなくなるんじゃないかなって思うんですけど、しっかり味があると。こんだけ磨くとやっぱり雑味とかも出ないし綺麗な感じにはなるんですよね。ちょっと甘めですねやっぱ。そうですね、甘めです、癖になるね。大洗で揚がったイカなんですけど、真ん中の層にねっとりとした甘みの層があるので、包丁をこうたくさん入れてあげるとその甘みの層が出てぐっと甘みが上がってきますね。固め美味しいです。冷たい海水で泳がしてストレスとか抜いて、そこから神経締めて血抜きしてっていう、はい、その手当てをした仕立て屋さんっていう大内さんって方が、はい、全部仕立ててくれて血抜きもしてくれたタイですね。湯霜ですね。湯霜です。タイうまっ。すごい味があるんですよね。はい、餌がなんかエビ系食べてるんです、これは。はグルメなタイですね。はいはい、次がマダコなんですけど、茹でてますね。火入れ、あと海苔の大きさ、すべてちょっと計算して握ってます。今回のタコが1分30秒っていうことで、ちょっとかなりギリギリの火入れにしてますね。茨城のタコってめっちゃ贅沢で、伊勢海老とか食べるんですよ。はい、なのですごい香りが良くなります、タコが。最後にちょっとひと塩するのとしないので全然変わるんですよ。ぐっとこう上がってくるんで。タコを食べてタコ。でちなみにこれ海苔の計算っていうのはこの幅がやっぱいいんですか。そうですね。かなりすごい香りがいい海苔なんで、海苔が太すぎてもダメですし、細すぎてもちょっと弱いし、計算してます。
目光火入れとか何もしてなくてめちゃくちゃ希少なネタ、は後半の脂すごいですね、い、うん、でも皮目がちょっとコリコリしてて美味しい。あんこも結構いい肝が入ったので、あんこの肝と、中に煮込んでますね。未知の体験、は食感が面白い、い、はこの組み合わせでいうとカワハギがベタじゃないですか。い、カワハギと肝とっていう、はいはいはい当たります？全然違いますより濃厚というか濃い、はいはいはい。あんこうの後にこのさっぱり感が順番も最高ですね、塩気がまたいいですね、はい、サワラでごまの字でつけてますね。久慈ってとこの久慈港の釣りで。うまっ、テンション爆上がりごまがまたおしゃれ。漬け込み系が結構サワラって合うと思ってて、やっぱ西京漬けとかそういう、はい、漬け系ですね。そういうのがやっぱ合います。これまだ絞って、1週間10日ぐらいですぐ瓶詰めしたものですので、もう本当に新酒ほやほやです。網で入った小肌なんですけど、これ茨城の子だ。茨城の子だ。茨城です。うわ珍しい。はい。自分もちょっとびっくりするぐらい漁港に行ってびっくりしました。自分も本当に正直小肌なんか取れるのなんて聞いたことなかったんで。かなりサイズは大きくて厚みがあるんで、まだ中は生の状態ですね。酢が完全に中まで入ってないので。うまい。塩は結構しっかり締めて、酢はもうあっさりっていう感じの。通常昆布締めとかするんですけど、これ昆布だしにつけてる。はい。旨味が濃い。でこの温度もいいですね。ちょっとひんやりして。何回もシャリ美味しいです。シャリがどんどんこうはまってくるというか。うちの父もアメリカに行こうとしてて、父は中卒でもう都内行って5年修行して1年間お礼奉公って言ってまた無償でこう働いてお礼して、その後になんかもう海外行くって決まってたらしいんですけど、行こうと思ったらもううちの、自分にあたるおじいちゃんがもうその友別とこにもお寿司屋を作ってしまって、もう建てちゃったから泣く泣くこう帰ってきたって言って、で自分がアメリカ行くって言った時に父がボソッと「俺が叶わなかった夢叶えたな」ってカスゴダイも新子サイズ、ちょっとカスゴでも小さいサイズ、大洗にもうこれもちょっと本当握りたくて、ずっと探しててやっと見つけたんですけど、この中におぼろを鋳込んでます。おぼろも通常江戸前だと芝エビって言って芝エビでおぼろ作るんですけど、これ大払いの底引き網に入った猿エビっていう本当に貴重でなかなか上がらないんですけど、本当にこれやっと上がって。おぼろの甘みからのわさびのキリッとした爽快感、カスゴのみずみずしさ。
そしてありがとうございシャリます。ありがとうございます。うまみの40層。あキロに近いですかあ、ね。キロ側。はいあ、そうじゃあもう伝助超えてます。はい。でまたちなみに余談なんですけど、この煮詰めがニューヨーク渡ってまた帰ってきた煮詰めで世界を歩いてきた。はいはい、もう本当行く店ずっとこう持ってって、ちょっと深い話になっちゃうんですけど、市場で締めてやると中に結構イカとかちょっと消化しかけたなんかそのドロドロしたその胃の中に入って、それが腹の中に回っちゃうんですよ。けど池越しって言って大内さんが冷たい海水で寝かしてるんで、もう本当に目の前でその胃の中とか穴を吐くのを見たりしてて、でもう本当にその胃の中もクリーンにしてから締めてやってるんで、そういう匂いが回らないですね、まず。うちの奈良漬けとコラボしてもらって。ちょっと最後にふさわしく、ちょっとコラボレーション。うちと大工さんのコラボの一品。うわ、海苔がすごい。これとろのりって言われてて、これかなり厚みがある海苔なんで、この海苔じゃないとここまで炙れないんですよ。香りがすごい。はちっちゃくね。うわ、うまっ。ありがとうございました。僕も小さい頃からこのライフと一緒に育って、こうやって皆さんの前で美味しい美味しいと言ってもらえるのは非常に気持ちよくて、僕の代になってからもそういった皆さんからの美味しいをいただけるようにまた頑張ろうかなと、思うことができました。ありがとうございました。これからもぜひまたねお会いできるように私たちも精進していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本当に今日は出し惜しみせず、いろんなお酒を出していただいたんですけど、まあ皆さんそれぞれこれが気に入ったっていうのは10人トイレだったんですけど、なんかやってみてイベントやどうでした？感想だったり手応えだったり。ペアリングは正直すごく難しくてですね、勉強になりました。またねお客さんの反応も本当に良かったんで、本当にありがとうございました。いい宣伝にもなりました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。なかなか東京でお任せスタイルで握る機会もなかったと思うんですけど、いかがでしたか？大変でしたけど、すごい楽しくて、いろんなお客さんに美味しいっていう声いただいて、すごく嬉しくて、本当にいい会だったかなと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。